OK ですか？うん。どうも、圭介です。今日はですね、蔵前に来ております。この前ちょっとインスタグラムでいろんな質問を募集したんですけども、結構 Vlog についての、質問というか、なんかこう撮り方教えてほしいみたいなコメントが結構多かったので、今日はですね、えりこちゃんの、蔵前 Vlog を撮る日なので、僕が、その裏側をこれで撮ったのということで、これをねちょっと胸につけていろいろね撮ってこようと思います。どんな感じに撮ってるとか、こういうところをなんか意識しながら撮ってるとか、そういうのも話しながら、動画1本作っていこうと思いますので、ぜひ最後まで見ていってくれると嬉しいなと思います。それでは早速行ってみましょう。ちょっと撮っちゃってました。蔵前 Vlog の始まりは大好きなカフェマイヤマイヤから。普段は撮ってもいいですかって聞いてから撮影を始めるんですけど、仲良しのカフェなので早速撮影させていただいてます。今日はバリスタのぴょんちゃんが出迎えてくれました。ザックビスケットのサンドイッチ、アイスクリームサンドイッチとか、へすごい人気ですね。ランチのカフェで嬉しいと思います。一つはじゃあそれにする？うん。どうぞ。撮影に関して基本的には50から70ミリあたり、望遠目に撮影していて、とにかく歪まないように水平だけは気をつけて撮影をしています。美味しい。美味しい？美味しい。美味しいよね。美味しい。こうやって外から撮影すると前ボケもいい感じに入れることができるので雰囲気出ますよね。なんかもったいないな。そうだね、確かにシナモンのいい香りするね。シナモンのいい香りする。いただきます。美味しい。美味しいです。喫茶店のところのコーヒーだったり。はい、どうでした？マイヤマイヤいいね、本当。よかった。ぴょんちゃんいたし。ぴょんちゃんいたね。なんかあったかい気持ちになる。いつもどういう風にこう筆を置けばいいのか。いいじゃん。なんかいっぱい挟みたくなっちゃうね。ほい、どうでした？楽しかった。楽しかった？楽しみ。なんかね、いつもと違う感じのノートにしてみたから。出来上がり楽しみですね。そう、使うのが楽しみです。なんか好きなものとか、その読んだ本とか、そういうのを記録できるノートにしようと思って。いいと思う。正常じゃない感じにしたい。移動中にはインサートになるようなカットも撮っておいてます。季節とか天気が分かるようなカットを撮ってみたり、あとは歩いてるところを撮ってみたり、こういうカットがあると次につながりやすいのかなっていうふうに僕は思います。ケイスケの動画。すごいですね。めちゃくちゃいい匂いするね。ね、カレーの匂いが。キーマカレー、スパイシーチキン。わあ、悩むね。ヨーロピアンカレーだっけ。うわ、ちょっとハーフ&ハーフなの。それだね。
横張りしちゃおう。私はスパイシーチキンキーマカレー。このね、欧風カレーね、まだ食べてない、本当だ。これめっちゃ美味しいよ。めっちゃ美味しい。めちゃくちゃ美味しい。めちゃくちゃ。うん美味しくない？めっちゃコクあるよね。とろっとしてる。うん。甘いね。甘いね。スープカレー美味しかったね。スープカレーではないんだけど、スープみたいに軽やかなカレーだったね。軽やかなさらっとしたカレーでとっても美味しかったのと、あとはなんか古民家をリノベーションしたようなところ、店内が可愛かった？なんか居心地よかったね。居心地よかったね。店構えも可愛いし。なんか個人的には欧風カレーが美味しかったけど、やっぱりリコちゃん的には、男の子受けしそうって思った。ドロッとしてて。なるほどね。そう、女の子なんかスープカレー好きな人は絶対スパイスチキンカレーが美味しいと思う。なるほど。だそうです。はい。作れるやつ。オリジナルの8本入れれますってやつ。この場所は前ボケを作りやすそうだったので、胸とか腰の位置あたりから手前を入れながら撮影しています。使える前ボケはガンガン使っていくのがおすすめ。記録しておいていただくことで後々どれがどれか写真です。濃くやっちゃった。はい、ということで、今何店舗回りましたか？今4店舗ぐらい。3、4店舗回りましたね。まあご飯と4店舗か。カフェと雑貨屋さんと日々と回って4店舗ぐらい回ってきました。個人的にやっぱとにかく大事だなって思うのは、いろんな角度から撮ることと、なんかあんま広く撮りすぎないところも大事かなと思っていて、なんか何でも映そうと、ちょっと気になる。ちょっと言ってしまいましたけど、何でも映しすぎると逆に何か分かんなくなっちゃうので、あんまり映しすぎるのも良くないかなっていうのはすごく思います。で、もう一個大事なのはやっぱ外観、店の外と看板、あと中撮ってあげるとか、そういうお店の紹介とかは、そんな感じでバリエーションがね、もうなんかテンプレで自分の中で作れると思うので、そういうのはもう固定で絶対撮ってあげるみたいな感じで撮影リストとして入れてあげるといいのかなと思います。それで言うと、こうやってなんか街中で話してんのって恥ずかしくないのって言われるんですけど、もう恥ずかしくないですね。あんまりなんか慣れてきちゃったかもしれない。ケイスケの動画、お店の外観撮るときにここだと映っちゃうので、ここです。ここだとカメラから映らないで外観が撮れる。しかもさ、ネクストオープンさ、2月7、14、28。やってなさすぎない？あれ？嘘でしょ？全然土日しかやってない。てかさ、見てこっち。クローズ。あそこもクローズしてる。全然やってない。全然やってない。オトロックぐらいやってないのにもう。
驚くほどやってなくてびっくりする。ここすごい一番推しだったのに。このビルいいなと思って押してたのに。ちょっとまた今回さ行けないとこいっぱいあったから、次その2月のやってる日程磨きていこうよ。行こう。絶対行こう。そうしよう。絶対行こう。まあさっきもたくさん教えてもらって行ききれないしね、どうせ。そうだよ。絶対行こう。ショックだ。少しだけその入れてるところ撮っても大丈夫ですか？大丈夫です。多分緊張するかもしれないですけど普段 YouTube やってて、そうです、カメラとかのちょっと YouTube をやらせていただいてて、本当ですか？ありがとうございます。ドリップの YouTube 出てます。そうですよね。はい。でそれで今日は彼女の方の YouTube、彼女も YouTube やってるんですけど、それの普段はこう裏側を僕が撮ってて、でその裏側を撮っとこうっていう取り組みなんですよ。ちなみに顔がちらっと映っちゃうのはどっちの方がいいですか？大丈夫ですか？カフェとかはやっぱりコーヒーを入れてるところが素敵なので、寄ったり引いたりいろんな角度から撮影するようにしてます。でグループの YouTube 見てくれてるんだって。カメラは僕全然詳しくないんですけど、たまたまグループでやつを見てるんですよ。堀口さんのモノグラフィー、あそこからですね。なるほど。多分人の入りが少ないからやってもって感じですよね。そうですね。うちはそうですね、8時からやってるんですね。面白いね。美味しい。豆を嗅いだ時よりずいぶん飲みやすく感じる。もっとくどいのかな。確かに。派手しいように多分焙煎はできるとは思うんですけど、こちらオーナーが焙煎してるんですけど、これキツネさんなの？それうんちゃんキツネじゃないかな。今川焼きどっちがいい？どっちもしたね。どうしようか。クリームかなと思ってるけど。じゃあクリームにしようか。はい。クリーム。クリームで、ドリップだよね。ドリップだとアサイリエチオピアと、ちょっと中深ぐらいのブラジル2種類ご用意してます。エチオピア？僕エチオピアのアイスでもらってもいいですか？もちろんもちろん。はい。私はホットで。ホットとアイスで。はい。はい。バービー好きなんだよね、私。かわいい。気持ちの表れがめちゃめちゃ伝わってきますし。撮影するとき、奥の窓からの光をメインのライトとして半逆光で撮影するとかっこいい感じに撮影ができます。特に料理関連はシズル感が増すのでおすすめですね。のっぴさん、40代男性の農家さんからです。ありがとうございます。トマトの収穫が始まりました。やっと来ました。まあ取るならこっちでしょう。取る先に。それかわいいね。お皿のこのうねうねの形が可愛かったから。いいね。どうぞ今川焼き大好き成人。美味しそう。大事に食べなきゃ。
めっちゃ美味しい。美味しい？まだね、クリームのパッコンないの。ですけど。ちょっと皮のとこ手伝って。おい。俺に皮食わせようとしてるやついるじゃん。優しい甘さ。まあ、やっぱです。ケイスケの動画。やってきました。もらってきたね。開けてみる？うん、いいんじゃない？じゃじゃん。お。これは。よいしょ。反対側。じゃじゃん。こうかな。うん。こう。縦ですね。かわいい。うん。で、これが私で、うん。これは。ですけど。僕です。はい。で、私のやつはね、うん。このなんかネームとなんか3つかける。全然見えないね。ね、見えない。まあちょっとねアドレス帳って書いてあったんだけど、ここになんか好きなものを書いてメモするみたいなのが使えそうかなって思ったのと、読書感想文読書感想文になってるのと、タイトルプレイスウィズってなんかお出かけしたところのメモができるノート、ちょっと面白いかなと思って、と最後はちょっとだけ自由帳スペースを入れました。なんかね、紙質とかもたくさん種類あって、この方眼紙でもいろんな紙質があったりして選ぶの楽しかったね。ね。素晴らしいお買い物でした。はい。いろいろ回ってきて、最後はまたもやマイヤマイヤに戻ってきちゃいました。今回の Vlog はエリコちゃんのチャンネルにもアップされているので、ぜひ完成動画も見てくれると嬉しいです。それでは今日はこんなところで、よければチャンネル登録と高評価もお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。